はい、皆さんこんばんは。今回はですね、前回は自分自身の話なんですけど、今回は、自分の父親と、おじさんの話です。それでは始めたいと思います。これはですね、2人とも、同じことを体験してるんで、若干食い違いはあるんで、2人にそれぞれ聞いた話を、2人に、えおじさんはこう言ってたよ、親父はこう言ってたよっていうような感じで、聞いたのを自分がまとめた感じになるんですけど、この、話はですね、むしろこの登場人物というか、は親父ですね、あとはおじさん、あともう一人重要なこの人物がいまして、その人物っていうのが、例えると N さんと例えます。はい。これはその N さんにまつわる話なんですけど、この N さんって人がですね、結構不思議な感じで、親父とかおじさんとかの話で毎回家族親戚で集まったりすると、いやーあの人は不思議な出来事多かったねとかって話があるんですよね。で、その N さんの話をしたいと思うんですけど、え自分の親父とかおじさんっていうのは、京都から出てきて千葉県のある、町に住んでたんですけど、ある時そのおじさんの方が夢を見たと。でその夢の内容っていうのが、その N さんが目の前にパンと出てきて物悲しそうな顔をしてると。でそのおじの友達なんですよ N さんって。親父の友達ではなく。でちょっとした関西弁がまだ残りますよね、京都出身なんで。で「おー N どうしたんや」と「なんでそんな暗い顔しとるんや」っていう話になって、であれしたら何も言わないらしいんですよ。ちょっと物悲しそうだけどたまに少し微笑んだような顔をしたりとかしてて、でその N さんっていうのが箱を持ってるらしいんですよね。これぐらいの箱なんだかどんぐらいの箱なんだかっていうのは分かんないですけど、これぐらいの箱を持ってると。で遠目にいた時にはお弁当箱かと思ったらしいんですよ、おじは。夢なんで。でずっと近づいてって荒らした時に、これぐらいの箱がものすごい印象的だったんだけども、その夢の中で綺麗なメタリックブルーの金属らしい箱を持ってるんだと。で遠目に見た時は昔のお弁当箱って今みたいにプラスチックじゃなくて金属っていうかアルミなんだかよくわかんないですけど、うちら使ってないんで、そういう感じで弁当箱に見えたけど、近く行ったら自分のこと正行なんで「ちゃんこれな初め弁当箱やと思ったんや」って言うんですよ。ただな、近づくと綺麗なメタリックブルーでな、こんぐらいの箱なんやけども、それをパッとわしに渡すんやっておじさんが言ったんですよ。でその箱をおじが夢の中でパカッて開けたって表現をしたんですけど、開けたら、自分の父親から聞いたのは、なんかこの数字の入ったバーみたいな、よくなんていうんですかね、金のインゴットみたいなやつ。おじさんに聞いたら、同じようにして直径8センチぐらいのっていうから、ちょうど8センチぐらいの四角いっぽいようなバーだったと言ってて、そこに数字が書いてあったと。
でそれが305っていう数字だったらしいんですね。はい、でそのおじが言うにはその夢の中で印象的だったのが2つあって、でその綺麗なメタリックブルーの箱にあとはその305っていう数字がものすごい印象的だったと。でそしたらそのまあなんやこれやってこう問いかけたら、その N さんがパッと後ろ振り向いてスーッといなくなったと。でそこで目が覚めたんだっていう話だったんですよ。でその夢を見てまあ夜が明けますよね。その夜に夢を見て起きたその日の夜にその N さんの、両親の、まあ、親御さんまあ、それどっちか忘れたけどって話だったんですけど、親から連絡が入ったと。まあその仲いい友達だったんで連絡が入ったらしいんですけど、その N さんが事故を起こしたという連絡だったんで、まあ親友だからその日に行きたいけれども、まあ、すぐにも駆けつけたいんだけども、結局その病院に行って、まあ、今そのやれ手術したりだとか手当てしたりだとかっていう状態だから、じゃあ後日にしよう、明日の昼間行こうって話になったらしいんですよ。でそのまあおじはそのバイクしか持ってなかったんで、父がの車に乗ってその病院を何々病院ってとを目指したらしいんですね。でその目指してるところで迷えど迷えどつかんと。で全然なんか山ん中入ってってみたり、なんかもうぐる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 住宅街回ってみたりとかしちゃうんで、これはまあ今みたいにコンビニとかその聞く場所っていうのがないですね。まあ自分らの小さい頃でも交番に道聞いたりとかなんで、で聞いてもあっちだよこっちだよっては言ってくれるんですけど、その近く行ったらまた聞いてねって言われたらしくて、でまあそっちの方向に行ってみたら、父も、同じ夜ですよね。そのまあおじが夢を見た夜に夢を見たと。でそれは自分が車を運転してて道に迷ってるんだけれども、隣に人が乗ってた。ただそれは誰だかわからないと。ただあっちだよこっちだよって言ってるのは分かったと。でその通りに道を進んでいくと、5階建て、まあ当時もう40年以上前らしいんで、5階建ての建物って大きい建物って表現だったんですけど、でその5階建ての建物がこう道をこう、まあ、右曲がって左曲がってちょっと行くと5階建ての建物が見えたと。でその5階建ての建物の駐車場に車を止めて、で入り口を入っていったら、そのまあその病院の看護師さんにN さんの病室どこだって聞いたらしいんですよね。でまあその5階建ての建物って当時病院だとかそういうまあなんか国の施設だとかそういうのしかなかったから、まあおそらく病院だろうなって夢を見てたと。ただその N さんっていうキーワードがなぜ自分の頭に出てきたのかは分からんと。ただこの階段を登って3階に登って左に曲がって、ごめんなさいちょっとここからあれなんですけど、3つ目だったか、まあ奥から2つ目か3つ目の部屋だよという感じで夢を見たらしいんですよ。でまあ現にまあその次の日ですよね。まあその N さんが事故を起こされたという日に道に迷って昼間にで行ったら見覚えのある道にぶつかったっていうんですよ。でそっからおじさんの方がまあうちの父親が兄貴なんで「いやー兄貴」っつって「こら参ったな迷ったな」って話をしたら「いやわしここ知っとるで」
ここの道知っとる、昨日夢で見たと、こっちやこっちやって言ったら、案の定右曲がって左曲がってまっすぐ行ったところに5階建ての建物が見えたらしいんですよ。要するにその父のやつも正夢になったんですよね。でその5階建ての建物が見えて、その5階建ての建物が夢と全く一緒だったんで、そのうちの親父が兄貴、おじさんが弟なんですけど、お前ちょっと覚悟決めとけよってポソッと言ったらしいんですよ、親父は。それはおじさんが覚えてるかどうかわかんないんですけど。でなぜかっていうと、ああ亡くなってるって直感的に感じたらしいんですね、親父の方は。でおじの方はその時は親友なんでそんなこと考えたくないわけですよね。で親父の言う見覚えのある5階建ての建物に駐車場止めて入ろうとしたら、夢で全く見た建物の作りだったらしいんですよ。玄関入ってこう階段があってどうのこうのと売店とかなんだとかがあってって。でおじがパッと病室を聞きに行こうとしたら「いやちょっと待て」と「わしもこれ夢で見た」と言うんで、階段を上って3階にまで登って踊り場を2階あれして2階登って3階の踊り場、2階との間の踊り場あれして3階にこうついて、そしたらおじはちょっと信じてないようだったんですけど、そっから階段を上ったら階段を背にして左に曲がって、奥から2つ3つ目ぐらいの部屋に行ったら、病院ってこう名前が書いてありますよね、病室に誰がいるよっていう。そこに N さんの名前があったわけですよ。で親父本人もいまだに信じられないような気持ちだし、おじもそれを聞きながらなんで分かったのか、その場所が分かったのか、初めて来た場所なのに分かったかっていうのがもう信じられなかったらしいんですけど、そしたらその N さんは亡くなってたわけですよね、その病室で。あのおじと親父がその顔を見て、その葬儀だとかお通夜だとかっていうのは別の日になるわけじゃないですか、その日にやるわけじゃないんで。でそっから家に帰る時にこう当時自分もその辺っていうのは知ってるんですけど、住んでた場所っていうのは40年前だと今住宅地がすっごいいっぱい建ってるんですよ。なんですけどそこはもう普通の畑だとかこう米作ってるような水田みたいな感じになってるんですけど、そこで父親が運転しながらそんなに気を落とすなよって言いながらこう帰ってったら、その帰り道の道でおじが「いやおい兄貴ちょっと止めてくれ」って言ったらしいんですよね。で父がパッとこう止めてあれしたら、そのおじがおもむろにこうパッとこう車を降りてガサ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 と歩き出したらしいんですよね。そしたらその時に夕方ぐらいにもなってたらしいんですけど、道があって田んぼってこう道のこうあったらこう少しこう下がってこうやってこう田んぼがあるわけですよね。水が溜まってるんで、そこに1台のバイクがズボンとこう泥っていうかこの田んぼの中にズボッと入ってたと。で兄貴あれやって、そのあれやって言ったのが、そのバイクがこうバイクのこう頭の方からこうズボーンとこう入ってるんですよね。こう田んぼの中にめり込んでるわけですよ、事故なんで。
でちょっとぐちゃぐちゃになったような感じでズボッとあれしてるんですけど、兄貴、俺昨日夢で見たんはあれやって言って、親父がパッとそのバイクを見たら、そこに燃料タンクのちょっと下のところにこれぐらいの箱みたいなのがこう、縦になって見えてたらしいんですよ。それが綺麗なメタリックブルーの金属の箱みたいなのがあって、でそれがこう外れかけてたらしいんですよね。そしたらあれやあれやっつって2人で近づいてって見たら305って書いてあって、そのバイクが 305cc のバイクだったらしいんですよ。でそのおじが305ってこのことやったんやなって言って、こう田んぼに突き刺さったバイクを見て、2人でじゃあこれはあれやな、 N はここで事故ったんやなっていう話なんですけど、この N さんってのはこれまた後日談があって、これだけじゃないんですよ。でこれその N さんが亡くなって、何ヶ月何年ってこう月日が経ってった時に、うちの父親のところで親戚ではなくこう友人が集まって、でそこに麻雀やったり何したりっていうのを家でやってたらしいんですよ。でそこのマンションってのも5階建てなんですよ。でそこの5階に住んでて、その父の友達が当時こう階段でこうループして上に行くようなマンションだったらしいんですけど、その友達がそのマンションのその部屋に、父たちが住んでる部屋に行こうとした時にパッとなんでその部屋から出てきた、部屋が2つあったんですけど、こう4階のこの階段を上って踊り場があって、5階に向かって右左に部屋があるんですよ。でその部屋のところからパッと出てきたのがこうちらっと映って、知り合いの、自分の父親の友達なんだと思って「こんばんは」って言ったら、その男性がペコって頭を下げてニコッとしたらしいんですよ。微笑んだっていうか。でその父のそのすれ違った父の友人っていうのはその N さんのこと知らないんですよ。会ったことないんで。その N さんが亡くなった後の友達なんで。でいや自分の親父のことを呼んで「今誰か友達帰ったの?」って言ったら「いやみんなここにいるよ」と「誰も帰ってないよ」って言ったら「いやそんなことないよ」と「男の人がこの部屋から出てったじゃないか」って話したら「いやそんなことないよ」と「隣の部屋なんじゃないのか?」って話したら「あそうかね」って言ってて、そしたら自分の父親もオカルトとか心霊好きなんで、何かあったらそういう集まりになると話になっちゃうんですよ。でいやこの N 今話したその話をして「へえそれ N さんって不思議な人だね」って言って「どんな人だったの?」って言ったら「写真あるよ」っつって写真をパッて見せたらしいんですよ。そしたらその父の友人が顔が真っ青になって「いやそんなことあるわけない」と「この人は亡くなってない」って言い出したらしいんですよ。いやなんでだよって言ったら「この人亡くなってるんだよ」っていう父も言いますよね。そしたらその友人が「いやそんなことはない」と「さっきこの部屋から出てったのはその N さんだったんだよ」と「俺この人会ったんだよ今」って言ったらしいんですよ。それで
N さんに関しては結構こういうことがあったらしくて、何人か父の友達がその N さんが部屋から出てったりとか父と一緒に歩いてたっていうのを見たことがある人がいるんですよね。はい。今回は、この N さん、結構不思議な体験、父も、これからこのシリーズで話していくんですけど、父もうちの家族自身も不思議な体験するんですけど、父が結構この話をするんですよ。ただその父の友人とかにするとやっぱり亡くなった方で写真をパッと見せられて、その人がもうこの人亡くなったんだよっていうのが目の前ですれ違ったりとか、一緒に連れて一緒にいたじゃないかっていう目撃例なんで、怖いらしいんですけど、父からしてみれば、いやなんか見守ってくれてんのかなとか、一緒に未だにいてくれてんのかなとかいうちょっと怖いような不思議なようなほっこりとしたような話でした。じゃあまたこのシリーズは先週と今週やったんですけど、不定期だとは思うんですが、自分のした体験談とかバンドメンバー、自分の親族、あとは自分の知り合いなんかから聞いた不思議な話をまた話していこうかなと思ってます。それではまた、コブレイでした。